健介、いけるか？うん。主様よ、どうかしたのか？何ほうけた顔してんのよ。間抜けだけどちょっと可愛い。圧倒って何がよ。はあ？言ってくれなきゃわからないでしょ。うん。何言ってるのよあんた。可愛いのは認める。認めるの？光、あんたって案外図太いわね。見とれるほどの女をこんなにも数多く嫁に持てて、主様は日の本一の幸せ者じゃな。口説き文句はそれでしまいか？さて、何から話したらよいものか。ではまずは健介の話を聞こう。ほ？なぜそう思える？さすが健介。里いな。金ヶ崎の軒口から戻ったクオンに武田から接触した。いきなりであったから面食らったがな。砥石崩れで鬼と遭遇した後、歩き巫女たちから鬼に関する情報が頻繁に報告されるようになった。報告は特に機内からが多かったけれど、時間とともに全国に伝播しているように思えた。そして光はあることに気がついたのだ。そうよ健介、あなたの周りに鬼が集まっている。あなたを中心に鬼が活性化しているようなの。三好衆との戦いしかり、金ヶ崎の軒口しかり、確かに主様のいるところに鬼の影ありとなっておるな。尾張でも小田にでも現れおったからな。だから光はクオンに尋ねた。心中に鬼に近しい者はいないかとな。なるほどね。それでか。光からの書状を読み我は考えた。小田家中において鬼に近しい者は誰かと。宿老鬼柴田に米五郎座はありえん。
三和形も可能性は薄い。いや、もったいぶっても仕方あるまい。可能性が一番高いのはどういうことだ？何？役割？どういうことよ。共通項とな。それはお前の元いたところでという意味か？主様の勘がそうささやいておるのか？ありえないってどういうことよ。つまり健介が現れてから今までの日の本に起こった出来事に絡んで何かしらの役割を持っているっていうこと？お久しぶりですね、健介殿。ええ、困ったものです。ですが、それもまた運命なのですよ。運命とは決められた道ではなく、一秒一秒流れていく時計の針のことでしかない。そう考えれば、従う従わないという行為はそもそも無意味ではないでしょうか。運命とは、運命と気づいた時にはすでに過ぎ去ってしまっているもの。覆すという概念自体が通用するものではないでしょう。そうですか。ですが、それはあなたの道理でしかない。人が己の意志で左右できるのは己のみ。
己以外の存在が絡み、もつれながら組み上げるのが世というならば、そも普遍の道理などあるはずもないでしょう。私の道理は一つ。狂言回しの役目を果たすこと。どうでしょう。私の役目を私が本当に正しく知っているのかどうか。解は私の中にはないのか。私は知っているのか。いな。ただあるのは、役目を果たさなければ私という存在は成立しないという、この外視で決められた私に課せられたルールのみ。私はこの外視のルールにのっとることで成立し、その存在を確立させる。そも存在とは何ぞや。存在とは、あると認識されてこそ世に存在することができる儚き観念。ルイス・エーリカ・フロイスという存在を支える普遍的観念とはいかに。明智十兵衛光秀という二つ名のその存在を支える普遍的観念はいかに。存在するな外視が生死に影響を与えるように、生死が外視に影響を与えるのは必然。二つ名に求められる観念に従うしかない創作された存在。そんな高等無形な存在の私が従うべき役目とは果たして何なのでしょう。聞かせてください。簡潔かつ火の打ちどころのない答えですね。ええ、それがこの狂言の骨子。覆せるのかどうか、その解は覆せた時にこそ存在するのではないでしょうか。覆せない現実という言葉は、その言葉自体には何の意味もない個人としての認識を表す言葉だけのこと。覆せた時にだけ覆したという事象を伴う過去が残るだけ。ええ、できると？何でしょう？いいえ、知りませんね。どういうことでしょう？当然です。私は役目を果たすのみ。お待ちしておりましょう。では皆様、今日の都にてお会いする日を楽しみにお待ちしております。またお会いしましょう。
本郷に連なるものよ。大胆不敵なやつね、あのエーリカって女。でもあれは本人じゃない気がする。現実の類じゃろうな。そのような術を使えるというだけでお里が知れるというものじゃ。ミクのサマヤマンダラとよく似た感じ。ちょっと待ちなさいよ。それじゃ何？私があの女と同じあやかしのものだとでも言うの？ちょっとそこに直りなさい。今すぐその首を落としてあげるから。健介、助けて。それにしてもあやつは一体何の話をしておったのだ？世には全くわからん話であったが。同会趣味、ここに極まれりって感じだったわね。健介、貴様は分かったのか？納得？何によ。健介、死ぬ気ではないだろうな。ならいい。だがいいか健介、もし貴様に何かあったら我は泣いてしまうぞ。約束よ。あんたには私たちを可愛がる義務ってのがあるんだから。健介は光が守る。生きて生きて生き抜いて、人生の酸いも甘いも共に経験していこうぞ、主様よ。やることは決まっているだろう。エーリカをやってやるだけじゃ。では主様はどうなのじゃ？そも存在とは何ぞや。存在とはあると認識されてこそ世に存在することができる儚き観念、ルイス・エーリカ・フロイスという存在を支える普遍的観念とはいかに。明智十兵衛光秀という二つ名のその存在を支える普遍的観念はいかに。存在するな外視が生死に影響を与えるように、生死が外視に影響を与えるのは必然。二つ名に求められる観念に従うしかない創作された存在。そんな高等無形な存在の私が従うべき役目とは果たして何なのでしょう。確かに測ったように現れよったな。妖術を使ったにしてももっと有利な状況を作り上げられたはずなのに、それもしなかった。そうね。ただ私たちの前に現れただけ。嘲笑しに来たのか挑発しに来たのか。だがどちらにしろエーリカと事を構えることには違いないのだ。深く考えても始まらん。
違う？どういうことだ？吉野の影が見えない。役目に準じるか。であるか。うん。貴様はそれでよい。思うまま、望むままに進んでいけ。で、これからどうするの、クオン？決まっている。健介を旗頭として集まったこの連合で、鬼を操る者を討つ。それが、何人であったとしてもな。主様を守るためにの。頑張る。何があった？たった今、下山方面よりのろしが3本上がりましたので上がりまする。詳しいことはまだわからないで上がりますが、とにかく上段の間にお越しくだされ。夕霧は主だったものすべてを上段の前。かしこまったで上がる。状況の確認は後回しか。なんだか妙な胸騒ぎがするわね。下山は確か駿府との国境にある城であったか。とすると異変の原因はやはり。今は憶測に浸るのはやめるべき。とにかく上段の前。夕霧。よい。それでは会を代表し、親族衆筆頭武田夕霧信繁が軍議を進行つかまつるでやがる。一刻ほど前、下山より異変を知らせるのろしが上がったでやがる。そしてつい先ほど、急を知らせる早馬がつつじヶ崎に到着したでやがる。早馬の知らせによると、駿府を占拠している武田信虎ほか、鬼と化した者たちの動きが活発化しているとのことでやがる。活発化ってどういうことよ？駿が各地に散らばっている鬼どもが一路駿府館を目指しているということでやがる。下山に所属する吾妻衆からの知らせによると、出陣の準備をしているのではないかとのことでやがる。出陣だと？一体どこに向かうつもりだ？手薄になっている三河と下山、どちらかではないかとのことでやがる。鬼が三河に来るです。そんな。だが少し妙だな。鬼を集めて出陣などと、まるで人の所業ではないか。散在しているってことが鬼の脅威につながってる側面もあるのに、自ら利を捨てて何がしたいのやら。これは多分母のこだわり。母は強き者の符だった。だからきっと鬼を集め、意を示しながら進軍したいんだと思う。その気持ちわからんでもないな。こっちとしては時間が稼げるからいいけどね。
鬼の召集には時間がかかるのではないかとのことでやがる。ならば体制を整える時間はありそうだ。そうね。時間があるのなら急ごしらえの連合、少しでも連携が取れるようにした方がいいんじゃない？ミクの意見に賛成。なら出陣準備をしながら各所との連携が取れるよう手配しておこう。しばしお待ちを。葵、どうしたのだ？松平衆はこれより連合を離れ、単独にて三河防衛に努める所存。おのおの方、お許し召されよ。気持ちはわかるけれど、松平衆だけで対処するのは無謀だと思う。そんなことはありません。三河武士の勇敢さは、たとえ鬼が5000や6000いたとしても、1万。え？駿府型の総勢は1万以上になる可能性が高いという報告が来ている。三好の時と同じじゃろうな。民を人を鬼に変えたとでも言うのですか？真実はわからん。じゃが今までの前例がこの度だけは違うという証明もできん。そう考えるほかはなかろうな。なんという非道を。もののふの本分を忘れたでやがるか。お母さん、どうしてそんなひどいことを。駿河の主、今川治部の太夫氏真が根性をつかまつる。我が郷里が鬼に蹂躙されている今川四郎より続く今川の棟梁としてマリは立つの。連合の皆さん、それに葵ちゃん、マリに力を貸してほしいの。わかりました。我ら松平衆、旧主である氏真公によりきし、駿府攻略の先兵となりましょう。織田衆、浅井衆は松平と共に行動する。下山については光、美久、頼むぞ。任せときなさい。分かってる。織田、浅井、松平はマリを旗頭に三河方面から駿府に向けて進撃。各地の鬼を殲滅する。武田は下山の後詰めに回り、その後南下して駿府に向かうつもり。まあそれが妥当でしょうね。あと一応北条にも話を持っていっとく。あいつら後々ちょっかい出してきそうだし。下手なちょっかいはこちらの命取りになる。死者はミクに任せる。了解。ならばその役目、私たちにお任せあれですの。あいのも行くのや。あなたたちであの相模の女狐にかなうのかしら。わかったわ。あなたがそう言うなら。小島を護衛にはつけるけど道中は気をつけるのよ。あと
用件が済んだら寄り道せずに戻ってくること。危ないことはしない。北条に利用されそうだったら用件なんてほっぽり出してすぐに帰ってきなさいね。絶対に約束だからね。では方針は決まった。織田衆、浅井衆、松平衆に健介隊は状況が整い次第三河に向かう。了解です。腕が鳴りますね。承知いたしました。美月、差配は全て任せるぞ。おう。三若、特動けい。健介様、そんな。我らはもはや用済みなのですか？いいえ、我らにとってもありがたき申し出です。三河防衛と駿府攻めでは3人の力を借りましょう。よろしいですか？綾菜、佳代、小波。はいです。では松平衆はこれより出立の準備に入ります。皆の者、頼みますよ。良いのか、健介。であるか。貴様らしい言葉だ。お前だけじゃない。皆の力でな。